ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ついに来ました新型 MacBook Air M2 のモデル。最安モデルがね、なんと手に入りましたので、開封レビューしていきたいかなと思います。たまたま7月15日ですね、これ発売日になるんですけど、Apple Store のね、アプリっていうね、あるんですけど、なんかね、スペースグレーだけね、在庫あったんですよ。たまたまこう、暇つぶしに見てたら。なんとね、アプリで予約購入っていうのをね、もう事前にしておけば、あとはもうなんか取りに行くみたいな。そのまま大雨の中ですね、Apple Store 渋谷の方にですね、行って受け取りました。一応購入したらなんかその QR コードみたいなのが発行されるので、もうそれを見せればですね、大体10分か15分ぐらいでもう受け取って終わりっていう感じで、ちょっと Apple 直営店が近くにある方はね、試してみてくださいっていうことなんですけども、ということでちょっと M2MacBook Air ね、見ていきたいと思います。ちょっと1日ぐらい使ってみて、気になる点とかいろいろ出てきましたので、そこら辺も正直にね、お話ししたいかなと思います。今回紹介する動画以外もですね、M1 の MacBook Air のレビューとか、今僕が使っている Pro の14インチとか、はじめまして、いろんなね、今後の Apple 製品に関する動画を上げてますので、ぜひチャンネル登録だったりね、いつも見てるけど、まだチャンネル登録してない、そこのあなたぜひね、チャンネル登録と横の通知ベルを押してから、ぜひ見てもらえればなと思います。ということで、ありがとうございます。ボタン押していただけましたね。準備大丈夫でしょうか？では始めていきたいと思います。ということで、まずはね、ちょっと外観から見ていきたいと思うんですけども、最初本当持った瞬間思ったのは、本当になんていうかな、軽いっていう感じ。14インチに慣れてるっていうのもあるんですけども、持った瞬間軽いなっていうね。で、一回りやっぱね、MacBook Pro とかと比べて、14インチと比べてちっちゃいので、軽って感じです、正直。なんで14インチとかと比べると結構完全にこの別物だなっていう感じは受けましたね。最初持った時は昔あったね、12インチってね、あったと思うんですけど、MacBook の。なんかね、それをなんか思い出させるような感覚になりました。実際やっぱ本体の厚さとかに関しても 11.3mm というところで、12インチよりもね、当時のものよりも薄いんですよね。見た感じはなんかそこまで薄く見えないんですけど、で、今回はやっぱ以前の Air と比べてですね、全体的にこう平らなデザインになりました。新しいね、プロとか、やっぱ14とか16インチのデザインっていうのをそのまま引き継いで、一回り小さくしてこう薄くしたデザインっていうことになってますので、特にやっぱ Apple のロゴがね、特に M1 のモデルと比べるとなんか大きくなってるっていうのね、デザイン的な変化としてありますと。で、接続端子とかに関してはですね、左側にあったですね、昔磁石でひっつけるね、マグセーフってやつですね。こちらですね、マグセーフ充電が復活しております。はい、これもなんでプロモデルと同様ですね。でちなみにプロのマグセーフもそのままエアーで使えました。はい、当たり前だけど、一応使えるのかなと思って。サンダーボルト3対応のあと USB-C が左側に2つついてまして、そこは同じですかね。で、プロの14インチに関しては、イヤホンジャックがね、左側にあるので、結構やっぱ並べるとね、厚みとかね、デザインの違いとかは非常にこう分かりやすいかなと思いますね。エアーはやっぱりね M1 のモデルは先が細くなっていったんで、右側に関しては、M1 のねモデルと同様にですねイヤホンジャックのみですね、ただそれだけって感じで、ただ一方でプロの14インチにはですね HDMI ポートだったり SD カードスロットですね、データ読み込むものだったり、あとサンダーボルト4対応になるんですけど USB-C のポートもありますと。プロだったらやっぱね端子は非常にこうやっぱ豊富に揃ってるかなっていうところで、ただその分やっぱ厚みとね重さっていうのは結構増すんで、14インチで1.6キロ超えとかになってくるんで、ここは結構やっぱ持ってみてすごい違いをやっぱ感じましたね。あとやっぱ右側にやっぱ端子欲しかったなと思いますけどね、エアーに関しても。で、キーボードに関しては一応一番上のファンクションキーっていう部分ですね。ファンクションキーがね結構やっぱ大きくなってね押しやすくなっております。右上にある指紋認証ですね、タッチ ID に関しても以前の M1 と比べるとねやっぱかなり4倍ぐらいになってるのかな。はい、倍以上にはなってると思うんですけど、かなりやっぱ大きくなってね、指はこう置きやすくなってますね。基本的にはやっぱりね、プロのキーボードをそのまま採用してるっていう感じですね。で、打った感じですね。打鍵感としては、普通にやっぱ打ちやすいなと思いました。で、先ほど言ったように、やっぱ基本的にプロとね、同じっていうところで、最近ずっと僕はプロを使ってたんで、それに慣れてたんですけど、そのままの感覚でエアーもなんか使えるなっていう感じでしたね。ただやっぱプロの方がちょっと奥行きがある感じで、しっかり押せてるなっていう感じはあるんですけども、正直そんな大差はないかなと思います。一方でやっぱ M1 Air はちょっとやっぱペタペタしてるようなね感じはありますんで、個人的には M2 の方が好きかなと思います。続いて画面とかディスプレイに関し
してなんですけども、M1 の以前のモデルの 13.3 インチから 13.6 インチに、少し大きくなってますというところで、画面の黒い縁ですね、いわゆるこのベゼルと言われる部分が細くなって、結構やっぱすっきりした印象、今のプロモデルと同じような形になりました。で、上のカメラ部分があるんですけども、そこだけiPhone みたいにね、いわゆるノッチっていうね、切り抜きがありますけども、ただやっぱプロ14インチと比べるとやっぱちょっとね厚くなってるっていうのはありますね。iPad Air とプロの違いみたいなと同じ多分仕様になってると思います。で一応プロの方が画面としてはミニ LED っていうね、ちっちゃい LED がバーってねいっぱい入ってるんですけど、綺麗な画面ではあるんですが、どうですかね、普通に使う分には正直ねあんまり分かんないかなっていうのが、肉眼で違いはなかなか見分けづらいかなって思いました。正直プロね14インチ慣れてたんでエアーどうかなって思ってたんですけど、特にそこは問題ないかなと思いますね。全然エアーでも綺麗かなと。一応比べてみるとほんと細かいっていうかね、よーく見るとプロ14インチねきめ細かい表現できてて綺麗だなって思うんですけども、本当にこうしっかり見比べないと、正直肉眼では分かんないレベルかなと思いますね。インカメラ性能もですね、以前の M1 と比べて 720p か 1080p にアップしておりますので、非常にこう使いやすくなったかなと思います。ということで、スピーカーテストいかがだったでしょうか。はい。ぜひ感想をね、コメントしていただければと思います。さすがにね、音質に関しては、プロの14インチとかの方が、特にですね、音の広がりとかね、やっぱ低音とかクリアさはなんかあるかなって思ったんですけども、ただ M2 Air もね、十分いいかなと思いました。もちろん M1 もね、そんな悪いわけではなかったんで、やっぱパソコン内蔵のスピーカーって考えると、全然、いい音は鳴ってるかなと。で、続いてはちょっと気になる中身の性能面ですね。これちょっとどうなってるのかっていうね。まずは、ギークベンチスコア、測ってみたんですが、一応これ性能を数値でね、表せるっていうものなんですけども、今回 M2 の最安モデルが、シングルコアが1884、で、マルチコアが、8393ということですね。普通に全然いいかなと。今回、なんで8コア CPU、8コア GPU で、メモリーが 8GB、容量ですね、ストレージが 256GB。の、確か16万円ぐらいのね一番安いモデルなんですけども、でちなみに、M1 の数値ですね、以前の MacBook Air の数値がだいたい1700シングルスコアがで、マルチコアスコアがですね、7400ぐらいということで、M1 よりはねやっぱいいかなっていうところ、最安モデルであってもって感じですよね。実際にやっぱね、数日ではあるんですけど、まだ使ってみた感想も結構やっぱいつも通りね非常にサクサクしてるなって、印象を受けましたね。特にやっぱテキストベースとかメール返信とかデータ入力とかあればですね、やっぱ最安モデルですねであっても全く問題ないというか、基本的にはプロのモデルとかとねそういった作業面では性能はほとんど変わんないっていうか、むしろちょっと良かったりするので M2 の方がM1 Air でもね問題なく使えてましたので、さらにこう画面とかもねやっぱ見やすく、ちょっと広くなったのもあるし、タイピングもしやすくてですね、なんか本当快適なこう車に、さらに乗ってるなみたいな感じではありますね。続いて、GPU 性能なんですけども、グラフィック性能って言われるところですね。動画編集とか画像編集とか関わってくるところですけども、今回のモデルは最安の、GPU が8コアっていうモデルになりますと。はい。それもあってね、ちょっとスコア的には26000、7000届かないぐらいというところで、ちょっと期待外れかなっていうところはあるんですけども、どうやら大体10コアのモデルだと大体3万ぐらいはね前後は出るみたいなので、動画編集とか画像編集考えてるんであればですね M2 でエアでやるんだったら、10コアのモデルを選んでもいいかなと思いますね。大体、今1万、6000円でアップできるのでって思いました。この、スコアから見るとって感じですけど、後々ちょっとね検証しますけど、で大体 M1 エアがですね大体2万前後ぐらい
いいですね。もちろん M1 よりは性能はね、ありますので、最安モデルでやっぱ差はね、やっぱあるんじゃないかなと思いますね。で、続いて、シネベンチですね。3D ですね、映像とかを制作する、ソフトとか作ってる会社なんですけども、大体10分かけてさらにこう負荷のね、強いテストっていうのができるんですが、実際に、M2MacBook Air と Pro 14インチですね、M1Max、いわゆるなんで、最安の今 M2 のモデルと最強の M1 みたいな対決ですね。はい。M1 ウルトラっていうのも一応あるんですけど、MacBook の中では一番強いやつってところで、はい。で、一応マルチコアですね。これが一応負荷がかかる作業、10分やるんですけども、こう画像をぐるぐる回してやるんですけど、2Air が5472という形になりまして、M1Max が12000とかかね。っていうことで、結構頑張ってるかなっていう感じはありましたけども、で、一応この時 CPU とか見てたんですけど、結構もうほぼフルパワーで、どちらも動いてまして、意外だったのはちょっと温度に関しては M1Max とかの方が結構熱くなってたっていう、結構やっぱ一時的なパワーでガーって使うので、ファンがついてることもあって結構温度が上がってたっていうのがね、ファンも回ってましたし、はい、温度は結構ちょっと高め、っていう感じにはなってました。はい、でメモリは、最安モデル 8GB と、僕が持ってるモデルは 32GB なんですけど、差はあるとはいえ 8GB でも全然余裕でまだ余裕がある感じで動いてました。テスト中も特にシネベンチ動かしながらも他のなんか別に YouTube とか見たりしたんですけど全然大丈夫でした。はい、続いて、シングルコアですね。軽めの作業のスコアに関しては、M2 Air が、最安モデルでも一応ちょっと勝ってた。ほぼ誤差レベルですけど、はい、やっぱ普段使いにはね、使ってみましたけど結構やっぱサクサクしてんなっていうのは感じました。はい、一応このシネベンチテストして思ったのはやっぱり電力効率すごい M2 やっぱすごいんだなっていうところで、シネベンチねやってみたんですけど M1Max の方はパワーを使うっていうのもあって結構バッテリー消費がねかなりしてたんですけど、10% ぐらい減ってたのかな、はい、してたんですけどもバッテリー消費激しいんですけど、M1 からそうなんですけど M2 の方は特に本当バッテリーほとんど減ってなかったんですよね。本当にやっぱ熱を持たないようにうまくこう設計されてるんだなっていうのが分かったので、やっぱ普段使いとかはかなりバッテリー持ちね、これいいんじゃないかなと思います。一応僕はほぼフルスペックの M2 Air ですね。メモリーが24GB で、容量は 1TB なんですけども、そっちを一応メインマシンとしてね、注文してますので、気になる方はね、こちらもチャンネル登録してね、ちょっとお待ちいただければと思います。そっちのレビューもね、したいと思いますので、はい、そっちは一応あれかミッドナイトにしてます。はい、一応ミッドナイトもね昨日見てきたんですけどね、指紋はやっぱりすごい目立ちますね。スターライトも結構いいんですけどね、スターライトとかはやっぱ指紋はやっぱ目立たないですね。シルバーとかも全然。ミッドナイト黒い分仕方ないと思うんですけど、気になるですね SSD のスピードですね。これがなんか遅いんじゃないかっていうことが言われてまして、いわゆるそのデータを読み込んだり書き込んだりねするスピードなんですけども、どうやら 256GB の最安モデルだと遅いんじゃないかっていうことがね、一応 M2 の MacBook Pro がもう出たんね。1ヶ月ぐらい前に出てたんですけども、遅かったと。一応これ検証してみたところ、やっぱり同様に 256GB モデルは、ちょっと半分ぐらいのスピードになってるんじゃないかなと思いますと。なんでやっぱり M2 Air でも同じなのかなと思いました。だいたい 256GB モデルだと毎秒だいたい 1500MB か1200ぐらいですかね。あたりを読み書きどちらもだいたい推移してましたと。はい、で一応 M1Max も横でこれ測ってるんですけど 1TB っていうねモデルなんで、もちろんこっちの方が早いんですけど、倍ぐらい違うかなっていう。ただ一応 50GB ぐらいのですねFinal Cut Pro の編集ファイルにはなるんですが、外部のストレージ SSD から移してみたんですけど、3分ぐらいで終わったんで、どうですかね、普通に使う分にはそんなに、ファイル形式にもおそらく、よるとは思うんですけど、そんな問題はないんじゃないかなと個人的には、今のところはですけど、はい、思います。はい、ただやっぱり頻繁にデータを移したりするんだったら、ね、時間かかったりすると思うんで 512GB 以上のモデルを買うのがいいんじゃないかなと思います。はい、時間の短縮につながると思うんで、最後はちょっと動画編集なんですけども、今回一応Final Cut Pro で僕の実際の編集ファイルっていうのをね使って
まあ、書き出し、やってみました。一応動画自体はですね、まあ、大体24分ぐらいの、AirPods Pro の、レビュー動画だったかな。ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、別にそんな重くないですね。1080p っていう、まあ、いわゆるフル HD っていうね、まあ、YouTube とかでよく使われるもので、H264 っていう、で、処理速度優先っていう設定なんで、まあ、多分一番 YouTube にね、例えばじゃあ動画アップロードするときとかに使う形式なんですけども、まあ、比較的そんな重くない、多分2、3 GB ぐらいのものですけど、まあ、一応 M2 Air で書き出してみました。まあ、大体24分ぐらいで14分ぐらいかかりました。まあ、それぐらいで終わったと。はい。で、一応比較で M1MAX の方でもやってみたんですけども、まあ、大体12分ぐらいだったので、まあ、そんなに差はないかな。まあ、やっぱり2分、3分ぐらいは、まあ、ちょっとやっぱ差はあるんですけども、フル HD ぐらいだったらそこまでね、差は出ないんじゃないかなと思いましたね。コスパで言えばすごい M2 いいんじゃないかなと思いますけど、まあ、ただしやっぱり 4K で、いわゆる10ビットとか言われるね、この解像度高いとか、重いファイル、まあ、特に 8K とかになってくるとねすごい差はどうしても開くとは思うんですけども、まあ、正直 YouTube で動画をね、まあ、4K 以上だったらちょっと差はついてくると思いますけど、まあ、YouTube に動画上げるぐらいだったら正直全然、まあ、最安モデルでもね正直問題ないんじゃないかっていうレベルですね、性能的には。まあ、実際にM1 ね、Air でも僕1年ぐらいずっと使ってたんで、まあ、全然 4K の編集とかも大丈夫だったので大丈夫じゃないかなと思います。はい。でメモリ 8GB に関しても、まあ、ちょっとやっぱきつめ半分ぐらい使っちゃうんですけど、まあ、ただ書き出し中も他の作業もね全然できたりとかもしたんで大丈夫かなと。ただ容量に関しては 256GB だと、まあ、フル HD のね動画でも、まあ、どうしても編集のねこのファイルっていうのは結構容量食っちゃうので、まあ、ファイナルカットプロの場合ですけども、まあ、この感じだとやっぱ2、3本、まあ、5本も作れないかな多分。2、3本作れば結構もう埋まっちゃう感じにはなるので、まあ、正直やっぱ定期的に例えば動画編集するとかってなればきついと思うんですけど、ただまあその性能とか負荷的にはまあ、最安モデルでも全然問題ないかなと思いました。まあ、実際この前に出した動画3分ぐらいの動画も M2 で編集してみたんですけど、基本的にはほぼいけたかな。一瞬カクついたりする時あるんですけど、まあ、95%編集時の 95% ほとんどもうぬるぬる動いてたって感じです。まあ、発熱とかもね、うまくなんか上がりすぎないようにコントロールされてるなって、書き出しとかもね見てたんですけど、やっぱ Apple Silicon、すごいなって改めて思いました。ということで最後ちょっとね使ってみて、じゃあおすすめの構成みたいなところをね、まあ、実際に使った上でねちょっとお話ししたいかなと思うんですけども、どうしようかなみたいな M2 Air買おうかなみたいなところですけど、まあ正直 M1 でもいいような気がするんだけど、一応システムオンチップに関してはですね、まあ、最初の上の部分ですね、まあ、16000円だったら正直ね、GPU10 コアのモデルに上げてもいいかなって、まあ個人的には思いますね。ただ別に普段動画編集とか画像の編集とか、まあ、やんないしなみたいな方であれば全然8コアで十分かなと。まあ、今回普通にいけたんで、メモリに関しては、まあ、M1 と同様にですね、8GB であっても普通に全然問題ないかなっていうところ。まあ、ただやっぱ長く使うとかね、長い目で見るんだったらやっぱ 16GB とかの方がね、メモリはやっぱ後からこれ変えれないので 16GB でもいいかなと思いますけども、はい。まあ、24GB はまあ正直なかなかまあ仕事でね使うとか、頻繁にもう動画画像編集するとか、あとはもう本当相当になんかマルチタスクというかね、もう同時にアプリをもう死ぬほどタブ30個みたいななんかアプリを死ぬほど立ち上げるぜみたいなじゃない限りはまあ本当必要ないかな。はい。でストレージ容量に関しては、まあ、最小コスト 256GB でも全然問題ないかなと。まあ普通に使う分には全然いけるかなっていうところですけど、まあここもやっぱ動画編集とかね入ってくればやっぱどうしてもね 512GB ぐらいは欲しいかなと思いますね。まあ容量自体は別に後からですね外付けの、SSD っていうものを買ってきて中にあるデータをねそっちに移したりすれば開けることはできるんで、どっちかというと迷ったらメモリの方を上げる方がいいかなっていう、後から変えれないのでということでちょっと参考になれば幸いでございます。一応他にもね、M1 の MacBook Air のレビューだったりとか、こっちの方がやっぱり価格的にはね安かったりするので、あとプロの14インチ、もう一個上上げてそっちのいい方買うのもありかなみたいなところもあると思うので、そこら辺のレビューとかどうするかみたいな動画もありますんで、はい、参考にしてみてください。あとなんかちょっと試してもらいたいこととかですね、はい、ここら辺どうなんですかみたいな質問とかねあればぜひコメントいただければと思います。はい、ということでこの動画少しでも役に立ったなと思ったらね、ぜひ高評価、通知ベルもお忘れず。チャンネル登録お願いします。はい。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。バイバイ。ということで、もう衝動的に買っちゃいましたよ。もう。本当に。でもベースモデルでね、
ねできたら多分何でもいけると思うんで、これは非常にいい検証になるんじゃないかなと、いい検証ができると思っております。っていうか普通にいけるわ、いろいろできる。てかやっぱ軽いんでね、14インチ重いわ。ちょっといろいろ試します。